皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は MSC ベリッシマシリーズの最終回です。これまでは船内での過ごし方、有料レストランや無料レストランの徹底紹介、そしてお部屋とおすすめの持ち物紹介、さらには寄港地鹿児島と韓国チェジュ島での過ごし方など様々な観点でご紹介してきました。概要欄にリンクを貼ってありますので、ご興味のある方はぜひご覧くださいね。そして今回ご紹介するのは船から人が落ちた？寄港地が一つなくなるの巻。今回のクルーズでは神戸、高知、チェジュ島、鹿児島に寄港するクルーズだったのですが、なんと高知への寄港がなくなるというアクシデントが起きたんです。びっくりですよね。事件が起こったのは神戸港に寄港している最中で、私たちはちょうど無料のマジックショーを見ていた時でした。マジックショーを楽しく見ていると、なんともけたたましい音が鳴り響きまして、びっくり。マジシャンの方もこの状況にびっくりされていて、さらにこの音はなんと避難訓練で聞いた音と同じで、もっとびっくりしたんです。ただこの音が何回鳴ったら緊急避難ということも教わっていたので、回数的には緊急脱出ではない。でもこれ一体何なのと不安に思っていると、すぐに館内アナウンスが、なんと人が船から落ちたのでクルーの招集と捜索中という情報が流れました。その瞬間会場はどよめきに包まれまして、私は落ちた人が助かればいいなと思いつつ、そんなことってあるのかととても怖く不安な気持ちになりました。ただその後しばらくアナウンスもなかったので、気になりつつも無事だったのかなと思い、食事をしたりショーを見たりして過ごしていたんです。そして夫と日課の散歩を兼ねてデッキに行くと、なんとまだ捜索船がいるではないですか。ことの重大さをさらに実感し、ただただ無事だといいなと強く思ったことを覚えています。この日は深夜12時頃に神戸港を離れる予定だったのですが、出る気配がなく、その後のアナウンスもなく、デッキの上にいたので聞き逃していたのかもしれませんが、状況がわからないまま朝を迎えることになりました。朝起きるとドアに紙が挟まっていて、ようやくすると神戸港で一人のお客様への確認事項が発生し、現在まで地元当局が調査を行っているため、神戸港の出港許可が下りないと書かれていました。さらに出発できないから今日寄港予定の高知には行けないとも。そのため MSC 高知観光ツアーに申し込まれていた人には返金、乗客全員に30ドル分の船内クレジットプレゼント、あとは手続き的なことや今後の案内で、神戸港出港前に日本の出国審査を行うことや、今後の航路については別途ご案内されることなどが書かれていました。私たちは内側客室で窓がないお部屋だったので、この紙を見てまだ神戸港にいることを知りました。その後船内アナウンスが何度かあっても、事件の詳細が語られることはなく、地元当局の調査が行われ、まだ出港許可が下りないという情報ばかりが流れました。一体何が起きてどうなったのかがわからなかったので、ネットニュースで調べると、どうやら外国籍の方が船からロープを伝って降り、海に落ちたらしく、なぜ船から出ようとしたのかは分かりませんが、外国籍ということもあり、不法入国の疑いがかけられてしまって、調査が長引いているらしいということが分かりました。ただ切り傷のみで命に別状はないそうです。結局なぜ船から降りようとしたのかは未だに分からず謎です。とはいえ
おそらくご覧になっている方が気になるのは、そんな時船の中ってどんな感じということだと思いますが、神戸港にいても乗客の下船許可は下りないので、乗客全員が船の中で過ごすことになりますし、30ドルのクーポンをもらっているので、有料無料サービス問わずどこも大混雑でした。ちょっとお高めのスパは大混雑し、有料で遊べるゲームセンターも大混雑です。プールエリアはその日は残念なことに雨が降っていたので、外のプールは風邪ひきそうな感じ。でも雨の中でもプールに入っている子どもたちもちらほら見られましたけどね、子どもは元気です。また屋内プールはスタッフの方が清掃していて立ち入れなくなっていました。時間を持て余す大人と子どもが多かったように思います。高知にも立ち寄れないし、お昼を過ぎても神戸港を離れられないしで、機嫌を悪くされている大人も子どもも一部ですが見受けられました。私たちはというと、ビュッフェレストランのテーブル席に座れ、コーヒーやフルーツ、ポテトなどの軽食を食べながらネットフリックスで映画を見たり、神戸港の Wi-Fi につなぎネットゲームを思う存分楽しみましたよ。せっかくなら船内アクティビティを楽しみたいところですが、この日ばかりはどこも混雑していたので、気持ちを切り替えて楽しく過ごせる方法を考えないといけませんね。そして15時頃にやっと神戸港を出港しました。なんか動いてると気づき、窓の外を見ると少しずつ離岸しています。その後出港しましたとのアナウンスがあり、船内の乗客全員に状況が伝わりました。こんなことってあるんだなというのが正直な感想ですが、調べてみると意外と船から落ちてしまうという事故は他の船含め年に数回起きているよう、意図的でなくても写真を撮ろうとして落ちてしまったりということもあるそうなので、本当に気をつけなければなりませんね。特に夜の航海中だったら真っ暗な海の世界が広がっていて、波の音もすごいので助かるのだろうかと思ってしまいます。今回は港に停泊中だったので助かったのかもしれません。本当に不幸中の幸いですよね。ただただ無事でよかったです。その日以降、夜のデッキの散策ではできるだけ内側を歩くようになりましたよ。風も強いのでデッキを歩かれる際は気をつけてくださいね。また出港後部屋に戻ると、今後の行程変更のお知らせの紙がドアに挟まっていて、チェジュ島と鹿児島にいられる時間が延長されていました。これは嬉しいですね。でも高知で観光を予定されていたり、レストランの予約などをされていたりした人にとってはとっても残念な出来事だったかもしれません。年に数回とはいえめったに起きないアクシデントに遭遇しましたが、人が落ちるといった大事でないにせよ、クルーズ旅行代理店のスタッフの方のお話では、天候や港の状況により寄港できなかったり、着工が大幅に遅れたりなどのアクシデントは結構あるみたいなので、船内での暇つぶしグッズの用意は地味に大切なようです。こんな感じでクルーズ旅行でのまさかのアクシデントをご紹介しました。皆さんが無事に事故なくクルーズ旅行ができることを祈っています。それでは最後に MSC ベリッシュマ名物のプロムナードとスワロフスキー階段の映像でお別れです。この動画が少しでも皆さんのお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。